僕それで、佐々木蔵之介さんに結構痺れちゃいましたね。っていうのは、あんまりああいう役をやられない方で、どちらかというとおとなしい知的なインテリなね、インテリな感じの役が今まで多かったら、今までの僕が持ってて佐々木さんの真逆の役をやられていて、まあやられたことないことはないんでしょうけど、僕は見てないだけで珍しいんじゃないですか。でも佐々木さんああいう役やられるの。そうかもしれないですね。なんで佐々木さんイメージだったんですか？なんかちょっとああいうのやったらハマるかなと思って。あ、そういうことなの？山田裕貴君とかよくわかりますけどね。山田裕貴君でもオーディションだったんですよ。今をときめくのに山田裕貴が決めた時はまだそこまで行ってなかったの？まだあれだったんですよ。ドラケン前だったんですよ。あ、そうなんだ。そうでドラケンやるっていう話は伝わってて、でオーディションの時に、でもドラケンやったらもう君すごいことになっちゃうよって言ったら「いや」とか言ってたんだけど、本当になっちゃって、でちょっとゴジラは制作が遅れたんで、コロナがあったりして幸いしたじゃないですか。だからね、だから逆ですよ。山田君出てくれるかどうかちょっとドキドキしちゃって、役で今ときめき始めちゃってたから。だけどめちゃめちゃいい役じゃないですか。めちゃめちゃまあだから、もしも逆に新人でやってたらすごいことになってましたね、あの役を。まあそうですよね。でも当時新人じゃないけど、今ちょっと上り調子な感じでっていう時期。その時点で何に出てたからですか？朝ドラに出てて結構なんかいい感じだったのと、あの頃君を追いかけたっていう台湾の映画、すんごい好きな映画なんですけど、それをリメイク版があるんですよ、日本で。それの主演だったんですね。だからその時に見てて、ちくしょう俺のあの頃君を追いかけたをリメイクしやがってと思いながら見てて山崎さんの映画ではないですけど、ね、いや俺のあの頃君を追いかけたんですよ。もう本当に好きな映画だったから。そうなんだ。だからよくほら俺なんかの原作をやった時にすげえ言われる感じがよく分かった人がやった。そう俺の何々を山崎何がしがやりやがってっていう気持ちはその時にすごい分かった。あの頃だからダメじゃんそれ。チャンスがあればあの頃君を追いかけたのリメイクしたいかもとか思ってたら、リメイクが発表になったんですよ。でそんなの山田裕貴っていうのはどんなのかって見たら結構良かったですね、山田君の芝居が。でこいつはなかなかちょっといいぞと思って、心のキャスティングリストにこう書いてたやつがオーディションしたら山田裕貴ちゃんと思ってやっぱり抜群だったんですよ。抜群、もうその時にすごい抜群。ただ年齢的にはあれ小僧なんでもっとずっと若い子でやろうと思ってたんだけど。そういえばそうかもね。そうだけど山田君でもほら戦争を体験してるしてないみたいななんかそうギリギリのとこなんでやってたんですよ。だからまあいいかなと思ってやってもらったらもうドンピシャリな感じで。もうだってまだ生きてんじゃないかな。大河ドラマでものすごいいい役やってるもんね。そう大河でも。あと東京リベンジャーズのドラケンっていう、ほぼ俺の中では主役みたいなやつがいるんですけどそいつでもすごい人気が出て。だから集中的に出てましたもんね。なんか1作2作だけじゃなくて。そうなんですよ。あの頃そのオーディションが終わってじゃあ山田君でお願いしますってなった後の出世の仕方がエグかったんですよ、山田君が。だから大丈夫か山田君大丈夫だよねって言ったら「いや出たいって言ってます」って。今佐々木蔵之介さんと山田裕貴君の話をしたからするわけじゃないですけど、主役の2人が朝ドラで共演するっていうのは分かってたの？逆ですよ。俺たちがやってる最中に朝ドラが決まりましたって言われて、で2人とも朝ドラに出る同じやつって言ったら「はい同じやつです」って。夫婦とかいや夫婦なんですマジか。その時はどういう印象なんですか？頭抱えるの？それともちょっと朝ドラだから国民的ドラマだから一瞬抱えますし、その朝ドラが失敗した日にはもう目も当てられないじゃないですか。朝ドラ失敗しないけどね普通。いや割と最近ほら何とは言わないけどちょっとありますね。批判され気味のやつとかあるわけですよ。ありましたね確かに。だからあったともうしょうがない、それは決まっちゃったことだし、で朝ドラが先にやるのも分かったんでスケジュール的に、だからしょうがない。とにかくランマンロスをたくさん作ってくれっていうのはものすごい言っておきました。何を？ランマンロスになるやつをたくさん作っといて、ランマンが終わった1ヶ月後にゴジラ公開なんですよ。だからそのランマンロスの人たちがみんなもう2人を見たくてゴジラに、今までゴジラ見たことない人たちがみんなもう吸い寄せられるようにゴジラ見に来てくれたら許すって言って
せこくないですよ。大事なことです。大事なことです。蔵之介さんはなんか見てこれってあったんですか？蔵之介さんも朝ドラかもしれない。あ、そうですか。さっきおっしゃってました。ひよっこの時かなの宮本信子の息子で、シェフね。だからね、俺割と朝ドラでキャスト決めるっていうね。そしてそれを言うと、あんた神木隆之介と浜辺美波もあれで決めたのかって思われちゃいますよ。あらゆる場所で言ってますけど、うちが先です。神木君とかなんかこれで見て惚れたとかっていうのがあったの？神木君は、霧島ももちろん好きなんだけど、はい、霧島の神木隆之介も俺だっておっしゃってる。霧島はもちろんすごい好きだったんだけど、俺はライオンですね、3月のライオンの。前編の方が、前編の神木君は本当良かった。原作すごい好きだったんだけど、ちゃんとその原作の感じをちゃんとやれてて、やっぱ3月の前編が好きですね、僕は。後編はまあ好き。前後編なんですよ。なんだ、家族が割と早いうちに死んじゃって、違う将棋指しの人のところにいたんだけど、その人の子供たちも将棋指し目指してんだけど、男の子と女の子と2人いて、でもその神木君がやってるやつの方が圧倒的に天才なんですよ。でこの2人がもうこじれにこじれちゃうっていうところがもうなんかすごい切ないんですよ。自分の子供よりはるかに才能のあるやつをたまたま迎え入れちゃった一家の話とかがね、すごい。なるほど。で彼自身もそのことに対してすごいなんか申し訳なく思ってて、で高校生になった瞬間にもう家出るんだけど、うまいねそれも、話が。皆さんのね、そのなんかその辺の心のねじれ現象のまあでもそれは原作漫画家の功績なんだろうな、そこのシチュエーションを考えついたのが。彼女は本当にそのなんかねじれ現象を書くのがうまい人。うまいんですよ。3月のライオン以外に何書いてるの？あれですよ。蜂蜜とクローバーです。蜂蜜とクローバーって美大の話だった確か。蜂蜜とクローバーなんてすごいですよ。全キャラクターが全部片思いなんですよ。ああ、そうだっけ？全部片思いなの。だからこの人はこの人大好きなんだけど、この人はこの人が大好きでっていう、全部ずれてるっていう。蜂蜜クローバー見てるわ俺。あれはでも原作がいいですよ。原作は。あ、そうなんだ。意外ですね。さっきのあの時君を追いかけたといい、蜂蜜とクローバーといい。そっち系の趣味はないのか。いや全然高尾だ、雪風だ、神殿だの人かと思っていたら。それはそれでね。それはそれであるんだけど。だからほら、蜂蜜とクローバーとか作っても CG 使えないじゃないですか。そうするとうちの子たち、いや違うんですよ、うちの子たちが困るわけですよ。鍛え上げた CG チームが何やるんすかっつって、いやちょっと今回ないねって言ってもちょっと困っちゃうわけですよ。だからなかなかそっちの方に手を出せないわけで、なんか超合金蜂蜜とメカクローバーとかいけんじゃないですか。それじゃダメなんで。ご自身の映画のキャスティングにこの人いいなと思うの、やっぱり誰か人の見てて、それこそあの時君をかけたの山田裕貴君とか、今の3月のライオンの神木隆之介君とか、これいいなっていう感じでどこかで想像して脚本書くって感じなんですか？当て書きとは言わないけど。当て書きはね、っていうかなんかそれやっちゃうと怖いじゃないですか。断られることだってあるわけで。また現実的なことを。でもまあなんとなく想定しながら書きつつの気持ちをそこまでそっちに持っていかないようにしてる。だって今回のゴジラマイナス 1.0 であれ吉岡秀隆君の役なんか割と吉岡君ありきで書いてないですか？まあ吉岡君やってくれるといいなと思って、あの人もほらいろいろ難しいからさ、何を良しとするかがいまいち僕は使ってないんで。まだ分かった。今回はノリノリでやる。茶川先生よくやってくれましたね。じゃあ茶川先生は最初からすごいノリノリでやってました。あの人ね、クズを演じるのすごい好きなんですよ。ほら今だってこたつのクズぶりってすごいじゃないですか。こたつだけのクズは史上最低のクズですよね。どうしようもないやつやって、どうしようもないやつやるとすごいいいんですよ。だから三丁目の夕日の2を作るときに、1で結構あの人いい人になっちゃったから、ちょっといい人っていうか立派な人で書いてったら、この茶川さんはもう三丁目にはいないと思いますって言って、それ出ないってことって、まあちょっといけないかもしれないですね。慌てて毒図に書き直したんですよ。なんか立派な人とかあんまりやりたくないみたいな。3でのお父さんのとの関係が僕はすごい好きですけど、あれは良かったら大丈夫だった？あれは大丈夫です。ああいうのは大丈夫。まあ本人はクズだからね、相変わらずお父さんが偉かったっていうだけの話かもしれないから。だからゴジラマイナス 1.0 は全然違う役だったですからね。真逆って言っていいぐらいの人なので。しっかりしたね。こ
幅広いなと思った、さすがに。でもなんか居酒屋みたいなところでみんなで話してる時はちょっとチャガが出てくるんですよ。そうだっけ。ちょっと出してくださいよダイヤつってあれ無理じゃねえかとか言われて、ちょっと出してくださいよとかって言ってる感じはちょっとで彼はじわちゃがわ先生なの、それともいやそんなクズじゃないですよ。ちゃんとした人ですか。ちゃんとした人ですよ。ゴジラでは、はい、そのシン・ゴジラ以外でこれが好きっていうのは終わりですか？はい、三大怪獣っていうのがあって60年に作られて同い年のやつがあるんですけど、はいはいはい、キンギドラ初登場。あれはいい。ちゃんと見てます？もちろん見てますよ。若林明子がなんか変な星から来た、そう金星から来た人が乗り移っちゃって予言する人が、そうはいはいはい、ちゃんと覚えてますね。覚えてます、もちろん。あれ僕の中では三大ゴジラ傑作映画の一本と思うぐらいですよ。かなりへんてこな映画ですけどね。でもね、僕あれの中に確か浜宮が地下鉄に乗ってて、これはねキングコング。あれはキングコング対ゴジラ。キングコング対ゴジラ。浜宮だけなぜか一人だけ残っちゃって。そう電車の中で捕まってたりして。あれキングコングだっけ。キングコングです。はい。ちょっとやられてますね。ちょっとやられてますね。三大怪獣はうちのお風呂が壊れた時があって家族で銭湯に行ったんですよ。リバイバルのポスターが貼ってあって、で下にほら昔の映画ポスターってなんか極彩色のものすごい煽ったポスターの下に、はい、なんか赤一色で刷ったみたいなその何々劇場でやりますみたいなやつ書いてあるじゃないですか。でね、多分あそこに松本城をキングギドラが襲うって書いてあったんですよ。そういうことが書いてあったんです。で三大怪獣実はキングギドラってアルプス山頂に落ちて飛んでいく時に松本城の上飛んだりとか縄手通りっていう松本の有名な商店街みたいなのがあるんですけど、その上飛んだりするんです。あれ松本通ってたっけ？松本城の上を通るんですよ。でそれ見た瞬間にうちの町に来てたんだと思って。キングギドラがリバイバルなんでしょそれ。リバイバルでどうしても見たかったんで、父親に頼んでどうしてもう一生映画連れてってくれなくていいからこの映画が見たいって言って連れてってもらったという思い出があるんですよ。でよし分かったと見せてくれたんですね。でそれ以降本当に映画連れてってくれなくなってで俺ジョーズもキングコングもタワリングフェルノも劇場で見てないんですよ。なんでかっていうと約束だから三大怪獣見ちゃったからでもお目が高いというか引き換えにするぐらいの価値があったような気がする。いや三大怪獣久しぶりに見たらこんなだっけと思いながらいやいいとこもありますよ。だけど結構途中面白くなっちゃってるじゃないですか。面白くなっちゃう。まず金星の人が予言するのがちょっと面白いじゃないですか。確かにね。で怪獣が来てで小美人が2人ねザ・ピーナッツが出てきてで通訳するとこ覚えてます？怪獣の通訳するところ。だからモスラが来てモスラが喋ってザ・ピーナッツがそれを通訳するんだっけ。そうでラドンとゴジラが戦ってるところに、モスラが仲裁に来るんですよ。でなんかピラピラって言ってる時に小美人がこんなところで戦ってなくてキングギドラが来るからみんなで力を合わせて戦いましょうって言ってますってしかも2人同時に言うからね。そうでもゴジラが全然そんな言うこと聞かないから嫌だってラドンが言ってますみたいなことを言うわけですよ。ずっとちょっと小美人の通訳でそこが展開するんですけど面白いじゃん。でラドンがこうやって首振るとラドンもそうだと言ってますっていうシーンがあってもう超可愛いんですよ。で最後に結局その2人が言うこと聞かないんですよね。ゴジラとラドンが、戦ってるから、ただ切れたモスラの幼虫がプーって糸吹いて、でラドンが糸まみれになって、プーって糸吹くと今度ゴジラが糸まみれになって、最終的に言うことを聞いてキングギドラと戦うっていう話なんです。モスラが従えるんだ。モスラがそのプーって切れたモスラはめちゃくちゃ可愛い嫌になっちゃってもう説得できなくなっちゃったんでプーって言って。チャンネル登録、高評価、コメントよろしくお願いします。